おい。おい。皆さんこんにちは。オランダ在住の七井と俊吾です。今日は2人の住んでるお家をご紹介したいと思います。ルームツアーですね。はい。お家探すのがどうやったかとかは別の動画でご案内してるんですが、早速どうぞ。これでね、オランダの家がどんな感じなのかっていう。まずちょっと初めに、この賃貸は3階建ての3階に住んでます。1階はお店屋さんで、2階3階が居住スペースの一番上で、エレベーターはありません。3階がこう右と左独立してて、角部屋みたいな感じ。めっちゃそこはいい。隣人とかだからいないもんね。そう、お隣さんいない。階段上がったらもう自分の家だけ。3階。一番最初に言いたいこと、ポイント。最初はい。ここ見て。この隙間。家がね、歪んでんだよね。左側は割としっかり閉まってるけど、こっち、右側に行くにつれて隙間がね、これでも、オランダのお家結構傾いてるお家が多くて。教えてもらったんだよね。そう。で、それなんでかって、オランダ人の友達に聞いたんだよね。そしたら、なんか、2つ理由があって、1つはシンプルに古い。建物がオランダは多いからっていうのと、もう一つはオランダそもそも海抜以下の国だから土壌がすごい水を含んでるのが多いらしくて、で建てた時まっすぐでもそう含んでる水の水分の量の変化によって建物が傾くっていうのが理由らしい。面白いよね。なんでこの家は傾いてます。日本だったら内見行く時にさビー玉持ってってさ、傾いてないかチェックしたりするけど、確実にここ転がるで。空き瓶絶対転がるでしょ。これおもろいっていう感じ。あともう一個謎ポイント。家の中から鍵をかけれなくって、家の内鍵も外と同じやつでこうやって閉めないと鍵がかかりません。これ意外とめんどくさくない？いつも家出てくる。そうってなる。はい。これも謎ポイントだよね。はい。では紹介していきます。お願いします。まず入ってすぐキッチン。玄関はね、ない。玄関確かにないね。基本ない。でもカナダもそうやったもんな。カナダもそうだったね。確かに。もういきなり入って部屋って感じ。はい。これはもう私が一目惚れした大きな美しいキッチン。21年にリノベされてるので、全体的に水回りはめっちゃ綺麗です。この辺は全部収納なんやけど、ここが電子レンジとオーブン。なのと、ここ開けると食洗機になってます。食洗機あるのさ、ありがたいよね。ありがたいけどさ、その食器の数そんなないから結局手洗いが多い。でもここにこの洗ったもん入れれる、隠せるのはめっちゃいいかな。この辺り全部収納なんですが、ここがまさかの冷蔵庫ね。冷蔵庫です。はい。これもすごいよね。生活感がさ、これだけでめっちゃなくなるからいいよね。冷凍庫はここだけしかないから結構ちっちゃいけど、まあ全然2人で住むには問題ない。これも謎ポイントじゃない？冷凍庫開けるときに。そう、これ開けるのにさ、僕絶対設計ミスっていう。当たるっていう。毎回のこんだけやらないといけないけど、まあ別に問題ないですね。で、下は食料、お米とか入れてます。私たちはここにシューズ置いてるね。ラックを置いて、ここから靴取ってこうやって入り口まで行く感じかな。これはちなみに炊飯器ね。買いました。最初鍋でずっと作ってたんだけど、その時によって出来栄え違うのがちょっとストレスでもうついに買ったよね。家具は基本全部ついてたけど、家電は自分たちで買ったものが。ケトルもそうだし、これはもらった。保温瓶はホストファミリーからもらった、ね。もらった。はい。食器も結構もらった。そうだね。ここにポスター貼ってるんですけど、なんかね、こういう状態だったの。それ元からついてたんだよね。そう。前の住居の人が多分なんか貼ってたんだろうね。一緒だよ。けど、なんかそういうのがめっちゃ多くって、こういうのがあったんで、これは隠すために取れなかったからテープが貼ってます。これもだからそう。見て。これも、前の人がつけっぱなし。これもそうだっけ？そう。絶対そうやん、こんな。これもそう。こういうのもめっちゃ残したまんまみんな出ていってるね。はい。はい。で、ここがお気に入りスポット。窓です。ここは目の前が大通りになってるから、
結構声が上がってくる。聞こえるね、確かに、外の人の声。賑やかではある。うんうんうん。で、なんか目の前に、てか子供が好きなお店があって、1日1回ぐらいで泣いてる子供の声が。毎日必ず。毎日、あ、今日も泣いてるねって。誰かが泣いてるね。って声聞こえてくるけど、まあそんなのは全然気にならない。そうそうそう。ちょうどいいって感じ。で、これはホストファミリーからもらったトマト。トマトね。育てています。なんか私たちは家の近くに図書館があるので、会員になって、オランダ語の勉強を、まずはこの子供向けの絵本、こういうので単語を覚えたり、文法を覚えたり、まあ絵本だとね、想像できるからと、まあグラマーとか、ここに一旦並べて、1日1回は本に触るようにしています。続いて、ここが作業スペース。作業スペース。チェスト自体はもともとついてたやつ。この子がなぜこっち向きかというと、初めこうしてたんだよね。こっちに棚向けたら斜めだから、このスライドが勝手にってなるから、こっち向きにして、まあ別にこっち使えるから置いてて。基本的にスタンディングデスクみたいな感じで、ここで仕事する俊吾さんと私、ここで作業してて、この辺には洋服とか入ってます。畳の。で、ここは七重のお気に入り可愛いものコーナー。プレゼントもらったものとか、これはアムスで買った。アムステルダムで買ったね。そう。ズロック。こちらがダイニング。ご飯食べるときは基本ここ。でもまあ仕事も足疲れたらこっち座って、なんか半分こに分けることもあるよね。俊吾が立って七重が座って、そうだね。七重が立って俊吾が座ってとか。で、ここがまあ生活エリアで 1K なんですけど、で、これがヒーターです。エアコンはないんですけど。そうなんだよね。でも全然いける。全然いける。だって今これ8月でしょ ?8 月でさ、こんな格好でも家いいぐらいやから。でもなくていけるけど、多分冬はちょっとどんだけ寒いかわかんないけど、これが1、2、3台壁にあって、これがヒーターです。はい。はい。で、こっちが寝るスペース。はい。でこれももともとついてたクローゼット、ジャケット類とかはここに入れて、ここにベッドがあります。はい。でこのベッドも本当はね向きとか変えたかったんだけど、そうね、なんかこれのせいでね全然うまくいかなくて、結構格闘したよね。模様替え難しい。この斜めのおかげで難しいかな。でもここがまあ結果こうしか置けないベッド。そうね。でも不自由はしてないかな。ここが素敵。ちょっと撮っていく。基本的に全部窓が手窓にこうなってて、寝るときはカーテン閉めるんだけど、朝になったらここ開けるんやけど、ここのね、景色が素敵だから。そう、ここいいよね。俺もすごい好き、ここの景色。こんな感じで。覗くとお家がいっぱい、屋根の。今はね、青空でいいし、夕日とかもすごい綺麗で。めっちゃ綺麗。はい、ここはいいですね、お気に入り。寝るスペースの横に、じゃん、誰がどう見ても、この絵がね、バスルーム。はい。まあ、ここが一番生活感溢れてるけど、どうぞ。はい。かもいい。こっちにシャワー。シャワーもリノベされたので結構綺麗。シャワーと、まあ、お手洗いと洗面所。ここは全部一緒。この辺も全部見て。ほら、また。これも前の住民の残していった。これとかもさ、本当は撮りたいのにさ、撮れないから、とりあえず串を置くっていう。なんとか使ってるよね。まあ、ありがたい時と、いらない時ある。あるけども。で、基本的にはこのスペースで普段は生活しています。ロフトもあって、これはちょっと予想外というか、ロフト付きの家を探してたわけじゃないから、ボーナスだね。けど、どうぞ。結構広い。ここは本当は作業スペースにしたいんやけど、仕事する用の。けど、一応もうすぐ友達が来るんでエアマット買って、友達が来たらもうここ自由に使っていいよって感じに。そうだね。なんで動画の前のお友達の皆さん、いつでも泊まりに来てください。はい。家族、友達、皆様。そうで、ここも。この景色がいいよね、やっぱり。この椅子とかももともとあって、マットレスだけ自分たちで買った。ね、もう友達が来月来るのが決まってるから、ね。来るって分かってるから。
ということで、ルームツアーをしました。ありがとうございます。ありがとうございます。まず、洗濯機が映ってなかったと思うんやけど、洗濯機は、この居住の方と一緒に共有で使う洗濯の場所があるので、洗濯機2台と乾燥機2台がこの建物自体についてるので、基本的にはそこで使います。家賃はこの家探しの動画見てもらえればちょっとわかるかなと思うんですけど、僕らが考えてた予算は2人で1500から1800ユーロ、日本円にしたらどれぐらいなのかわかんないけど、20万は確実に超えてるんだけど、相場がそれぐらい、そうそう、相場がそれぐらいで考えてたんだけど、結果ここはその予算よりもずっと低くて、水と電気は込み、インターネットも、だから追加料金とかなくて、もう家賃に込み込みでその値段やから、かなり固定費は抑えられたので、ありがたい。本当ありがたいし、本当快適に使えてるって感じかな。そうだね。で家自体は、家が歪んでるのにはもう慣れました。ああね、傾いてるのにはね、慣れたね。そこ別にこだわってもないし、なんか逆にこの天窓いっぱいあって、今は電気つけてるけど、普段自分たちだけで生活するんやったら、ほんまに夜までずっと電気なし、つけなくても明るいから、電気代も節約できるし、自然光めっちゃ入っていい感じ。夏は特にね、もう朝早くから夜は10時ぐらいまで明るいから、つける必要ないけど、電気。冬はね、もしかしたらいっぱい使うかもしれないけど、天窓で言ったらね、天窓4つ今家にあって、最初この家に住んですぐの時に、天窓開けたまま外出したんだよね。そしたら、その途中で雨が降っちゃって、オランダで結構一日の中で、その瞬間だけ雨がブワーって降って止んでみたいな結構あって。多いから、そう、ロフトびしゃびしゃなっちゃった。っていう失敗だもん。あれほんまにビビったね。めっちゃ焦ったわ。それだけ要注意って感じで。今はもう絶対しな。家出るときはもう全部窓閉めるけど、天窓自体はめちゃくちゃいい。そんなことなかったからいいな。そうだね。そのワーホリの人に参考になるかわからへんけど、結構家族とか友達からね、どんな家住んでんのって聞かれることが多かったんで、今回は動画にしてみました。作ってみました。他の人がどんな家に住んでるか全然知らないけど。そう、比べられへん。そうそう。だけど、こういう家もあるってことで、少しでも参考になったら嬉しいかなと思います。今日のところはそんな感じですか？はい。このチャンネルは他にもオランダワーホリとか、オランダ移住とか、海外生活のことを動画をね、作っているので、少しでもいいなと思った方は、高評価とか、コメントとか、チャンネル登録とかしてもらえると、本当に嬉しいです。では、また次回の動画でお会いしましょう。ドゥイー